はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはインバランス。聞き慣れない方がほとんどだと思いますが、欧米のトレーダーの中では最近よく語られることの多い相場分析手法、スマートマネーコンセプトの一つです。今回はインバランスを通して大口投資家の秘密に迫ります。日本語での情報はかなり少ないと思いますので、ぜひこの動画を通して新しい相場の見方に触れてみてください。今回の動画を見ることで、インバランスとは何かがわかります。そしてその背景にある大口投資家がどのように相場を動かしているのかの相場のメカニズムがわかります。さらに大口投資家の行動がわかることで相場の動きを予測しやすくなります。もちろん相場に 100% はありませんが、これを知っているとシナリオ作成や環境認識に役立てることができます。今回の動画の目次はこちらです。まずインバランスとは何かについて解説をします。そしてその次にインバランスが発生した後の相場の動きの特徴について解説をします。3点目としてなぜインバランスは発生するのか相場のメカニズムに迫ります。最後にインバランスをトレードにどう活用するのかについても話をしていきますので、手法のアイデアにもなると思います。ちなみにこのインバランスですが、フェアバリューギャップと呼ばれたり、ボイドと呼ばれたり、インエフィシェンシーと呼ばれたりもしますが、どれも同じコンセプトですので、この動画では全てインバランスで統一します。このチャンネルでは、相場のなぜがわかるをコンセプトに、チャート読解力向上に役立つコンテンツを配信しています。株や為替、商品、暗号資産、どの金融商品でも使えるスキルを身につけたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。チャートを見て説明するのが一番早いと思いますので、早速具体例から入ります。今表示しているのが米国株指数の一つであるナスダック100の日足です。まず普通の動きを見ていきましょう。チャートを少し拡大します。ローソク足一本一本の動きに注目してください。はい。例えばこのローソク足は陽線になっています。次のローソク足を見てください。下髭の部分が前のローソク足の実体の部分、ボディの部分ですね、を侵食して、そこから高値を更新する形の陽線が出ていることになります。はい。そして次の足に注目してください。またこのように下髭が出て、前の足のローソクのボディの部分を侵食して高値を更新する形になっています。この足に関してもまた次の足の髭の部分が実体部分を侵食して、そこから高値を更新する形になっています。一方で相場が急に大きく動いた場合に、このような形で大陽線が連続して出るのを見たことがあると思います。このような場合は、前のケースと比べて大陽線のボディの部分が次のローソク足によって侵食されてない、埋まってないということですね。ということがわかるかと思います。これがインバランスと呼ばれる現象です。では、インバランスが発生した後の値動きを見てみましょう。コマ送りで進めます。はい、気づきましたでしょうか？この陰線の髭のところに注目してください。この陰線の下髭によって2本連続して発生した大陽線のインバランスの部分、このボディの髭で埋まってなかった部分ですね。そちらが埋められた後に相場が上昇していったことがわかると思います。もう一つくらい例を見てみましょう。同じナスダックの日足の別の部分を見てみましょう。はい、例えばこの大陽線を見てください。この大陽線に関しても大きく反発した時にこのようにインバランスが発生しています。そしてその後相場は少し膠着状態になった後にこの下落の部分ですね。この下落の部分で発生したインバランスの部分の溝を埋めるような形の動きになって、そこから再び反発していく動きとなっていることがわかると思います。もう一つくらい例を見てみましょう。ユーロドルの日足チャート、2022年4月からの値動きです。はい。まずここの部分ですね。ここも大陰線が連続して出ているんですが、例えばこことここ、少し溝が発生しています。はい。そしてその後の値動きを見てみると、このような形で戻しを築いて、ここのグリーンで示した溝の部分ですね、を埋めた後に再び反落するという形が出ています。インバランスの特定方法なんですけども、これは隣り合う左右1本ずつのローソク足に注目します。例えばこちらのローソク足見てください。今グリーンで印した部分ですね。こちらの左隣のローソク足の髭がこちらにあります。そして右隣のローソクの髭がこちらにあります。なので、この2つの髭の間で挟まれた部分、ここが埋まってない部分になりますので、こちらがインバランスということになります。このキャンドルに関しても同じですね。まず左側のキャンドルを見ると、少し小さいですが、髭がこちらに出ています。そして右側のキャンドルに着目すると、こちらに髭が存在している形になりますので、こことここの間がインバランスという形です。そしてこの反落のところを見ていただきたいんですけども、3本の大陰線が連続して発生しています。細かく見ていきますと、やはりこのような形ですね、溝が確認できると思います。これらがインバランスですね。そして3連続の陰線の後に、
今度は軽い戻しを形成する形で、ここのインバランスを埋めた後に再び大きく下落していく流れとなっています。はい。そしてこちらの反落の動きの過程でまた楕円線が出ています。ここの部分ですね。はい。で、今緑で示したようなインバランスが発生しています。で、一旦落ちた後にまた戻しが形成されていってるんですが、ここのインバランスを埋めた後に再び反落すると、動きにつながっていることが確認できます。そしてここの下落の部分また見ていきましょう。はい。ここにまずインバランスがありますね。はい。それからこちらにも、確認できます。で、その後のローソクの動きを見ていくと、はい。このように揉み合いのような動きを見せた後に一度反発して、このインバランスの部分を埋めてから再び大きく下落するという動きが出ています。またこの下落の部分見てください。ここの楕円線の部分少しギャップがありますね。インバランスが出ています。ここもインバランスです。ということで、一回落ちた後に反発の動きでこういったインバランス、溝の部分を埋めてから再び反落するという動きになっていることが確認できると思います。このようにインバランスが発生した後は、それを埋めに来る動きが出やすいというのが特徴です。それでは、ここからはなぜインバランスが発生するのかを解説していきたいと思います。こちらの赤で示した大陽線に注目してください。このように相場が急激にかつ大きく動いた場合というのは、何か突発的なニュースであったり、イベントがあったりでそういう動きになるわけなんですが、こういう場合は注文が過剰に存在していることになりやすいです。つまり今回の場合で言えば、買い手しかいません。このあたり、買いといった感じで買い注文しか存在していないということですね。逆の見方をすれば、あまりに早く相場が動いたので、このゾーンには約定することのできなかった売り手の注文が一部残っています。相場が動くためには、買い手と売り手の注文がマッチングする必要があるわけですが、このように相場が急速に動いた場合というのは、価格が一気に上がるので、約定しなかった注文というのが残る場合があります。例えばこのナスダックのチャートを例にとると、このあたりの 11,200 ポイント付近で売りを狙っていた売り手がいて、指値注文を入れていたとします。ですが相場が急騰したので、11,200 ポイントをつけることなく、そのまま上昇していってしまったというような場合です。さて、ここで金融市場に求められる役割を改めて確認しましょう。金融市場に求められることの一つは流動性の高さ、つまりいつでも取引できるということです。過剰注文が起きると、先ほど述べたように売買が成立しなくなるので、その注文の不均衡を解消しようと、マーケットメーカーと呼ばれる大口の投資家たちが資産を理解して流動性を提供します。常にどんな価格でも売買できるようにして市場の流動性を確保するのがマーケットメーカーの役割の一つです。再びナスダックのチャートの方に戻ってきました。インバランスが発生した時には、そのゾーンまでレートを戻すことで、そのゾーンでの注文の不均衡、こちらのゾーンですね、を解消し、注文を約定させやすくすることができるのです。インバランスのゾーンに残っている注文がある場合は、それらが約定することになり、この部分の流動性が供給されたことになります。これがインバランスが発生した後にそのゾーンまでレートが戻ってきやすい理由です。では続いて、レートがインバランスのゾーンまで戻った後のことを考えてみましょう。インバランスのゾーンに流動性が供給され、売買が成立するようになれば、もともとインバランスのゾーンにあった売り注文は約定することになります。このあたりですね。はい、実際にこのインバランスのゾーンを埋めた後に、さらに下げの動きが続いています。つまりこの下げの部分というのは売り注文が蓄積しているということになります。これは別の視点からすれば、その売り注文の数が一定のボリュームとなっている場合には、別の大口投資家にとって自分たちの買い注文をぶつけるチャンスでもあります。そのような理由からインバランスまでレートが戻った後は、そこから再び反発反落しやすいというもう一つの特徴を説明することもできます。これがインバランスの背景にある相場のメカニズムです。はい、こちらなんかもそうですね。もともとインバランスが発生していたわけなので、つまり流動性が不足していたわけですよね。なので、このエリアで注文の過剰な偏りが発生したことで、マーケットメーカーたちが流動性を供給するために、このようにレートを一旦戻す動きというのが生まれ、インバランスのゾーンまでレートが戻ったことで、もともとあった買い注文が約定し、今度はその買い注文が約定したことに目をつけた別の投資家が自分たちの売り注文を浴びせたことで、再び相場は反落しますが、今回のケースに関しては下がったところから再び買いが入って、大きく高値を更新していったという流れになっています。ちなみにインバランスのゾーンを埋めた後に相場がどのように動くのかに関しては一概にこうというふうには言えません。今回のケースで言えば、もともとこの1600のライン、今グリーンで示したところですね。この部分で安値の更新が止まっています。つまり、買い手の勢いが少しずつ強くなっているということを意味し、またこれは逆に売り手が弱くなりつつあるということも意味するのですが、そうした相場の状況もあって、後者のケースでは反落したところから買いが入って高値を更新していったというふうに考えることもできます。ただ今回の説明を通して、インバランスはなぜ生まれるのか、
インバランスが生まれた後の相場の動きの特徴についてはご理解いただけたんではないかなというふうに思います。ちょっと難しいなと感じている方、心配しないでください。僕が初めてこのコンセプトを知った時も難しくてすぐには理解できませんでした。ですが何回も説明を読み直したり、実際にチャートで検証したりすることで少しずつ理解していくことができました。普段意識してこういう視点で相場を見ていないとなかなか理解するのは難しいかもしれませんが、そういう場合はぜひ動画を何回も見直してみてください。ここまででインバランスの概念についてはご理解いただけたと思いますので、最後にインバランスをどのようにトレードに活かすのかという話をしていきます。再び先ほどと同じユーロドのチャートで説明していきます。ポイントは2つです。インバランスが発生していることを発見したら、1点目、インバランスを生みに来るのではと想定すること。2点目、インバランスが生まれる動きが出るまでは不用意にポジションを持たないということです。例えばここの部分に注目してください。当時のユーロドルというのはドル高の勢いがあまりにも強かったため、こうした下げの勢いを見た後では、今売りを狙わないと流れに乗り遅れるのではないかというふうに思ってしまう方もいるかと思います。特にビギナーのうちというのはそういった思考に陥りがちです。ただ今回説明したインバランスの概念を知っていれば、インバランスが発生したことを確認し、もしかしたらそこを埋めに来るという考えを持つことができます。実際にそのインバランスを埋めるような動きが出て初めて売りを狙うようにすれば、中途半端なところでショートをして、担ぎ上げられて損切りさせられた後に狙った方向通りに下がっていくといったこともある程度防ぐことができますよね。また逆の使い方としてインバランスが発生したらそれを埋める方向の動きを狙ってポジションを取るということも可能です。今表示しているチャートの例ではこちらの赤で示したインバランスが発生していることを確認。ただ下げ真っ只中にいきなり買いを狙うというのは超反爆地に近いものもありますので、ある程度下げの勢いが落ち着いて反発を見せ始めたところで今度はこのインバランスを埋める動きを狙ってロングを仕込むというやり方です。ただ冒頭にもお伝えした通り、必ず埋まるとは限らないということ、また埋まるまでのタイムラインもケースバイケースなので、これはさらに上級者向けの活用方法と言えるでしょう。具体例として最近僕が実際に行ったトレードを紹介します。チャートはドル円の1時間足です。上昇トレンドが続いている中でのおしめ買いですが、ここでも赤枠の部分でインバランスが発生していることがわかります。詳しい内容は僕が運営しているメンバーシップのメンバー限定で解説していますので、ここでは詳細をお話しできませんが、こちらも先ほどお話ししたインバランスを埋めたのを確認してからポジションを取った実際の例になります。それでは今回の動画のまとめです。今回はインバランスとは何かについて解説しました。インバランスは相場の急激な動きにより過剰注文が発生したことで発生するローソク足の間にできる溝でしたよね。そして金融市場の重要な役割の一つである流動性の担保という観点からマーケットメーカーたちが注文の不均衡を解消するために売買を行うため、インバランスが発生した後にそのゾーンまでレートが戻りやすいという特徴を解説しました。最後にこの動きの特徴を利用してインバランスが埋まるのを待つ。埋まったのを確認してからポジションを持つというアイデアについても紹介しました。はい。さて皆さんいかがでしたでしょうか。今回は大口投資家、機関投資家と呼ばれる人たちの秘密と題して、インバランスの概念を解説したわけなんですけれども、大口の人たちがですね、どのように相場を動かしているのかについて興味を持っていただくことができたら幸いです。これからは大口にやられっぱなしではなく、大口投資家の動きの特徴をむしろ利用したいと思っていただけた方は、ぜひ高評価ボタンを押していただくと、今後の動画作成の参考になります。動画の途中でもお話しした通り、なかなか難しいと感じた方もいらっしゃったんじゃないかと思いますので、そういう方はぜひ何回も動画を見返してみてください。最後にはインバランスを使ったアイデアも紹介したんですが、特に投資やトレードを始めたばかりの頃って、どうしても手法っていうところに意識が向きがちだと思います。僕も初心者の頃はそうでした。でも今回紹介したような相場の値動きの特徴や、裏にあるメカニズムが分かってくると、チャートが読めるようになりますし、そうすると手法なんていくらでも作れます。まずはしっかりとチャートから情報を読み取れるようになることが重要じゃないかと思います。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。